はい、おはようございます。ジンギター工房の神谷です。引き続きいきたいと思います。いよいよダブテールジョイントの修正です。まずはこのヒールの部分とダブテールジョイントのところきれいにしていきます。接着剤をきれいに削り取るぐらいですね。で、接着剤をきれいに取り除いた後で本体の方と当てがってみてどのぐらい隙間があるのかチェックしていきたいと思います。で、ボディ側もそうですね。こんな感じで削ります。でね、これ見ていただくとわかるんですけれど、このカッタウェイ側は直線が全然出てなかったんですね。こんなように曲がっちゃってます。あれだけスチームをかけたので、サイド側の板が変形してしまって、それでああいう風になったっていう可能性もなきにしもあらずなんですが、一番最初の状態から推測すると、最初からこうなってたのかなっていう気はします。とりあえず当てがってみました。こんな感じでかなりガタガタ動きます。もう当然なんですけれどね、ネックリセットの時は。6弦側はね、結構ね、ぴったり密着するんですよ。定規を当ててるところですね。で、これ見にくいかもしれませんけれど、やっぱりこの部分でかなり空間が空いちゃってます。要はネックの元置きみたいな感じでのような状態になってるってことですね。新しくできた指板をネックに仮固定します。おなじみ画鋲作戦ですね。画鋲をこのように押し込んでいって食い切りでカットします。で、正確に位置合わせをした後にギュッと押さえつけることで、この画鋲の跡がネック側にこのようにつきますので、これで正確な位置にピタッと貼ることができます。で、次はネック角度のチェックですね。いろんなやり方があると思うんですけれど、私のやり方です。どれが正解ってわけじゃないので、まずナット側というのはだいたい1ミリぐらいですよね。ナットの溝の高さのことです。それはなぜかっていうと、だいたいフレットっていうのは1ミリから 1.3 ミリとかなので、ナットの溝の高さはだいたい1ミリでいいだろうということで、1ミリ厚のプライタを両面テープでこの辺りに貼り付けてます。これが12フレットのところですね。12フレットのところは 2.7 ミリ厚。1ミリ厚のプライタが2枚と 0.5 ミリ厚のプライタが1枚かな。それを接着して、で、最後両面テープで貼り付けてるので、だいたい合計して 2.78 ミリぐらいになってるってことです。これを12フレット上に貼り付けます。で、これは何かというと、フレットの高さ分、約1ミリだとしたら、そのフレットの1ミリを引くと 1.7 ミリになるってことですよね。だいたい1弦側の弦高で 1.23 ミリ、6弦側で 1.5 ミリとか、そのぐらいにしたいっていうことなので、そのぐらいにしたいというか、弦を張った時にそのぐらいの弦高になるようにネックの仕込み角を調整していきたいので、ここの部分に貼る厚みというのは 2.7 ミリにしているということです。ステンレス定規をこのようにあてがいまして、もちろん指板はちゃんと密着するようにね、まだ接着してませんからクランプで固定してます。で、新しいブリッジをこのようにボディに乗っけてあげて、もちろんオクターブの位置とかも合わせてマスキングテープで固定してます。下げられる余裕もここの空間が4ミリぐらいにしてます。4ミリあるということは12フレット上で約半分ですから2ミリは下がるってことになるんですよね。ですから例えば完成した時点で弦高が2ミリとか 2.5 ミリだったとしても0ミリか 0.5 ミリぐらいまでは下げられるってことになりますから、だいたいここの部分っていうのはかなり余裕を持ってね設定してください。
はい。で、ちなみに、この時点で、これは参考というかあんまり当てにならないですけれど、1弦側でね、約4度。6弦側は約 4.8 度という感じですね。こっからはいよいよ、角度調整に入ります。ネック角を決めてから、その後にダブテールのその接着面の修正ですね。これは感覚でやってます。計算で何ミリ削ればどうなるだろうなんていうことはほとんど当てにならないので、もう今までの経験から感覚で攻めてます。ヒール側をこうやって削ってって、で、その後に全体をね、平坦になるまで削ります。これあくまで私のやり方ですからね。別にどんなやり方があってもいいと思います。で、ある程度削ったらこのようにセットしてみて、ちゃんとね、ガタつきがないかとか、こう密着するかどうかとか、そういうのを、チェックします。で、こうやって定規をあてがってみて、とりあえず第一目標としては、この今ステンレス定規でこうやって当てましたよね。この部分が完全に平坦になるように。つまりボディ側の、ここの面とネック側のこの面が完全にこう平行になるように。そこを目指して、とりあえずは第一段階として、やっていきます。まだまだ先は長いですけどね。同時にもう一回セットしてみて、求めてる角度になっていくかどうか。これを繰り返すことによって、ステンレス定規の一番突端の部分がちょうどサドルの頂点に来るようになるんです。頂点の部分に達した時こそがネック角度修正が完成したっていうところです。ネックが密着するようにめちゃめちゃ長いこのクランプでギュッと押さえつけてます。ここの部分がいい加減だと、そもそもネックの角度の調整とか確認ができないですからね。この辺は工夫してください。はい、それでもうひたすらこれの繰り返しです。ヒールを削っていって、全体を平面にして、ボディと組み合わせて、ステンレス定規をあてがって、ブリッジサドルの頂点にそのステンレス定規の端が来るかどうか、ひたすらこれを地道に繰り返していきます。もうね、すごい気の遠くなる作業です。でこれが途中でこうチェックしてる場面ですね。こうやって一番先端が、これもう来てますね。6弦ぴったり。こんな感じでぴったりになれば、完了です。あれ？結構簡単にできたな。なんか、そうか。はい。で、この段階でちょっと側面を見てみたんですけれど、カッターウェイの部分も割とね、この段階では元々の状態よりかは隙間は減ったかなっていう感じだったんです。で、反対側は相変わらず完全に密着してますよね。そうだ、この段階でセンターをちゃんとチェックします。ボディ側に描いておいた、印をつけておいた中央線と左右の線ですね。ここから大きく外れないように、ちゃんと合ってるかどうか確認します。で、このケースではもうドンズバで中央に位置してたので、問題ないなっていうことで先へ進めました。ジョイントの部分確認してるところですね。はい、それで次は今ネックの角度はこれで OK になりましたから、ダブテールジョイントの接着部分、この部分ですね。ダブテールジョイントっていうのは基本的にここの今マスキングテープしてるところですね。この部分が接着される部分であって、ヒールの要は側面側っていうのは接着力はあまり期待できないです。
それはなぜかっていうと、ボディ側は板目の部分ですけれど、ネック側っていうのは小口面ですよね。木材の接着において小口面の接着っていうのは非常に接着力が弱いんですよ。この部分も接着剤塗って接着すれば多少の補強にはなるっていう考えですね。で、ここをちゃんとお互い密着できるように今からしていきます。あれだけガタガタの状態だったので隙間だらけっていうことは分かってますから、ここに木材の薄いシムを貼り付けて、それを削り込んでいって修正して、でぴったり合うようにしていくんですね。どのぐらいの厚みのシムを貼ったらいいのか、つまり今現状でここのダブテールジョイントの接着部分はどの程度の隙間が空いているのかをある程度予測しないといけないんですよ。そのために木工用パテを使います。まずこのマスキングテープをここに貼ります。ろうそくをこのように塗ります。これは木工パテがくっつかないようにするためにろうそくを塗りました。で、木工パテをこうやって薄く持っていって、上と下だけで大丈夫です。で、こんな感じでダブテールジョイントの部分にギュッと押し込むんですね。で、クランプでこうやってちゃんと締め付けていって、この部分もちゃんと面が合ってるかどうか確認して、この状態で一晩置きます。ろうそくを塗ったからといっても、一晩経つとそうそうな力では外れないぐらい固定してくれるんですね。なので、この段階で今一度最初に行ったネック角度がちゃんと合ってるかどうか確認します。OK ですね。ちゃんとブリッジサドルの頂点の部分に定規の先端が来ますから、一応弦を張った状態でだいたい今 1.7 ミリとか前後の弦高になるっていうことがこれで分かります。はい。で、とりあえず確認できたところで、この今木工パテで仮にくっついてるやつを外すんですけれど、こんな風に適当に工夫してやると簡単にパコンって外れます。で、剥がす前に A、B、C、D っていう風に番号を振っときます。どこがどの位置だったかっていうのが分かんなくなっちゃいますので、外した木工パテを厚みを測ります。で、厚みを測ったところ、一番厚いところで 1.2 ミリですかね。0.7 ミリとか 0.3 ミリとかいろいろありますけれど、B の部分とかは 0.6 と 1.2 って書いてありますけれど、奥側は 0.6 ミリで、手前側は 1.2 ミリの隙間が空いてるっていうことです。で、ボディ側とそれからネック側と両方にマスキングテープを1枚ずつ貼ってますから、マスキングテープの厚みは1枚 0.1 ミリですから、プラス 0.2 ミリですよね。で、こんな感じで、どのぐらいこの部分に隙間があるのかっていうのが、大体なんですけれど、アバウトにですけれど分かります。計算した隙間をもとに、マホガニー材でシムを作ります。約 0.23 ミリですか。0.23 ミリ厚めに作ったシムを用意しました。で、お次はこのシムをネック側のここに接着します。で、ここで出てくるのがダブテイルジョイント用の当て木ですね。ダブテイルに適した角度をつけた当て木です。これを使うとクランプがね、ちゃんと平行にギュッと締められるので、締め付けられるので、割とね、一回作っておくと便利です。といっても一般の方がこれ作ったところで一生に一回使うかどうかでしょうけれど、今回これね、新調したんですよ、片側は。たまたまこのギブソンのこのケースでは角度がね、ちょっと微妙に違ってたんで新調せざるを得なかったんですね、片側は。はい、それでこれが接着できたところです。
はい、それではいよいよこの部分の修正ですね。内側はちょっと薄かったので、今のみでこうやって簡単に削ってます。ある程度アバウトに。で、ボディ側の接着面にこのようにチョークを塗りたくります。で、ネックをこうやってガシッと差し込みます。はい、そうするとどうでしょう。ネック側にこうやってチョークがくっつくんですね。白くなるんですよ。で、白くなったところっていうのは密着している部分ということなので、サンドペーパーでこの白くなった部分だけを削っていきます。で、もう一回差し込んでチェックします。こんな感じですね。割と全体がこう白くなってるじゃないですか。ただまだ全然ね、ネックが出っ張ってるので、奥まで完全にこう差し込めてないので、これをですね、繰り返していって、それで完全に奥までちゃんとこう収まった段階で、なおかつこの接着面がちゃんと密着しているかどうか、こう動かしてみてね、ガタつきがないかどうかもこれでチェックします。これ6回目このね作業がねほんと大変なんですよ。これある程度編集してカットしてる部分もあるので、こういう風に連続してね、作業できてるように見えてますけれど、ちょっと休憩したりとかいろいろね、とにかく地道な作業です。これ11回目ですね、今ね。ここである程度余裕があるなと思ってちょっと多めに削っちゃったりすると、後々ガタつきが出てきたりするんですよ。ですからちょっと削っては差し込んでチェック、ちょっと削っては差し込んでチェックっていうのの繰り返しです。18回目、19回目、どんどんスピードを上げてってますね。再生速度を上げてってます。25回目。これ結局何回ぐらいやったんでしょうね。28回目。で、この辺りまで来て、クランプでこうやってギュッと押し付けてやって、そうです、そうです。で、ほとんどこれで、白い部分が全面にこう来てるので、この辺りで、ようやく完成かなと思ったんですよ。まだ続きますね。そう、これで完成かなと思ったところ、ちょっとね、失敗しちゃいました。今これマスキングテープを貼ってるんですけれど、約 0.23 ミリかな。少し多めに削っちゃったんですね、この部分を。で、このマスキングテープをこの位置にした状態でグッとはめれば、微動だにしないぐらいぴったり合うんですけれど、このマスキングテープを外した状態だと、ちょっとだけね、ガタついちゃったんですよ。0.3 ミリですね。もう1枚 0.3 ミリ厚のシムを貼らせていただきました。
まあこのぐらいは勘弁してください。新たに貼ったSIMを削っていきます。はい。で、最後の最後にギュッと押し付けて、これでようやく完成ですかね。で、こうやって振っても全然もうジョイントの部分は動かないぐらい、そのぐらいぴったり密着するようにしてます。で、なおかつ接着面も密着するように、全体が密着するようにですね。はい。で、これでようやく完成ですね。完成というのはネックの角度も OK ですし、ダブテールの接着部分に関してもこのようにガタつきがなくできましたという、その段階までこぎつけました。はい。では、これ一番エンドの部分ですね。この部分に隙間ができてしまったので、まあもちろんね、ネック角度を修正したので、この部分に隙間ができることはもう想定内なんですけれど、で、この部分に薄板を接着します。ネックをこうジョイントした段階で、この接着した薄板。これメープル材ですね。ちゃんとこう直線が出るまで削っていきます。貼り付けた薄板のこのジョイント側ですね。これ今削ってる部分。こっちっていうのはもう本当になくなるところまで削り込みます。あ、これですね。下地が見えてますよね。元のネック材。ネック材じゃないや、これは。下の材。どんどん削っていって、ちゃんと平坦になるようにします。なかなか当て木だけだとうまいようにいかないかなと思ったので、ボディとネックを組み付けた後に、まだ接着はしてないですよ。指板修正用の当て木を使ってこのように削ってます。で、アコースティックギターの場合とかだと、この部分っていうのはどうしてもボディに接着することになるので、もう完全にジョイントの部分で角度がついちゃう。要は隙間ができちゃうっていうのはもうやむを得ないんですよね。テイラーとかだとボディに乗っかる部分で角度がつかないように、指板エンドの部分まで直線が出せるような構造になってます。で、これで完成ですね。はい。で、この段階で、まだまだちょっと不安だという方は、このように仮に1弦と6弦にペグをつけて、で、ナット代わりにさっきのSIMをこうね、ペタッとここに貼り付けて、それで、弦を張ってみます、実際。で、どうでしょう。1弦が 3mm。で、6弦が 2.6mm。で、ブリッジ側は 4mm の空間が余裕があると。でつまり、これは、この状態でジョイントの部分を接着して完成仕上げたとすると、最終的に打つフレットの高さっていうのは 1.2mm の高さのフレットを打つので、1弦側で約 3mm ってことは、フレットの 1.2mm を引くと 1.8mm か。ということになります。6弦側は 2.6mm ですから、2.6-1.2、1.4mm になるってことですね。やっぱりね、どうしてもここまで完全にこうやってチェックして最終的に接着しても、やっぱりね、0.23mm とかね、多い時は 0.5mm とか来る場合もあります。アコースティックギターの場合はそうですね。はい。で、ちょっとここで一番最初のネックジョイント外しの時にスチームを使ったせいで、こういう風にね、塗装面が白く濁っちゃうんですね。部分的に。慌てず騒がず、水研ぎをして、で、このようにバフィングをかければ、こんな感じで
テカテカツルツルになりますので、あんまりそのスチームの熱の影響で内部までこうやって白く濁っちゃうと、こういうふうに簡単には取れないですよ。はい。で、これで全ての下準備が整いましたので、次回パート4では指板の接着を行って、で、ダブテールジョイントの接着を行って完成まで仕上げていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。それでは。